8月からの台湾がキャンセルになってしまって、大洗で食事してたんですよね。今日は東横インについてお話ししたいと思います。トランクいっぱい持ってって1週間分の準備してたんだよね。だから僕は一人で、そうだからなんかちょっと帰りたくなくて、そうだ、餃子食べに行こう、宇都宮の東横インだったら行けるかなと思ってで電話してもらったんだよね。空いてるよって言ったらじゃあ行こうキラッセ本店っていうドン・キホーテの地下にあるいろんな有名な餃子屋さんが集まっているところに食べに行ったんだよね、車椅子だといいよね、いろんなお店行くの大変だから、焼き餃子オンリーで、ご飯食べないで、そうもうお腹いっぱいになるまで餃子食べようみたいな、食べ終わる頃にそろそろ帰ると思ってたら、今度はさいたま市にある造幣局に息子がずっと行きたいと言っていたので、こんな時ぐらいしか行けないなと思ってまたしぶしぶ電話してみたら空いてたんですよ空いてるよって言ったらじゃあ行こうで夜ご飯は、ラーメン屋さん Vlog で紹介してくれたんで美味しかった。次の日造幣局行ってでそろそろ帰るかなって思いますよね普通。ところがどっこい、なんでそういうこと言うの魚が食べたくなって熱海に電話してもらったんですけど、熱海の東横インにでも空いてなかったんだよね。だから三島に行こうって思って三島電話したら空いてた。車椅子にとっては泊まれるか泊まれないかがすごく心配で、ホテルのホームページ見てバリアフリールームあるのかなとか調べてみるんですけど、情報を公開してくださってるところが少なくて、一方で東横インはもうほとんどのホテルに1室以上は大体バリアフリーのお部屋があるので、大体似たような構造にしてるから、もうイメージがつきやすくてですね、そんなに高くないしね。そうツインでも1泊1万前後、強いて言えばお部屋の机が車椅子に使いづらかったり、あとトイレが背もたれなかったりするんですけれども、でもそれを除けばね、シャワーチェアとかも借りれるし、もうなんか言うことないかな。これまでに40回以上も東横イン利用してて、昨日まで沖縄に行ってたんですけど、それも出張ね突然入って出張の時はまず東横インにかけて、なかったら違うホテル。車椅子になったらね、結構計画的に行動する、調べて選んでいくんですけど、今回は気ままな旅ができてすごい嬉しかったです。今までないね、こんなことはこの先もなかなかないかもしれないけど、ね、台湾がなくなっちゃったしね、だから仕事も全然入ってなくて、大洗行って宇都宮行って埼玉行って三島伊豆御殿場で自宅みたいな走行距離750キロ以上は走りましたよ。えらいトイレ寝てたよね。起きてました。嘘つけ起きてました。一生懸命起きてた。寝てたじゃん。助手席は寝てるし、後ろの子供は寝てるし、僕は一人でポツンと。でも寝ていいって聞いたじゃんいいって聞かれて寝るなとは言えないですよね。東横インは活用しやすい。東横イン様々だったね。宇都宮と埼玉と三島と、全部当日ですからね、予約したの。今回は無計画な旅ができて楽しかったです。若干大変でしたけど